霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著36音立花姫。あまりに平凡の人たちの噂ばかり続きましたから、その埋め合わせというわけではございませんが、今度は我が国の歴史にお名前が立派に残っている一人の女性にお目にかかったお話をいたしましょう。他でもない、それは大和武の御様のお妃の音立花姫様でございます。私たちの間をつなぐ霊的因縁は別といたしましても、不思議に在世中から私は音立花姫様と浅からぬ関係を持っておりました。ご存知の通り、姫のお社は相模の走り水と申すところにあるのですが、あそこは私の縁づいた三浦家の領地内なのでございます。で、三浦家ではいつも社殿の修理その他に心を配り、またお祭りでも催される場合には必ず死者を立てて幣箔を捧げました。何しろ女の鏡として世に知られたお方の霊場なので、三浦家でも代々あそこを大切に取り扱っていたらしいのでございます。そして私自身も確か在世中に何回か走り水のお社に参拝いたしました。何、その自分の記憶を物語れとおっしゃるか。随分遠い昔のことで、まるきり夢のような感じがするばかり。とてもまとまったことは思い出せそうもありませぬ。確か走り水というところは浦賀の入り江からさまで遠くもない。海と山とのせり合った狭い漁村で、そして姫のお社は、その村の小高い崖の反復に立っており、石段の上からは海を越えて、上総房州が一目に見渡されたように覚えております。そうそう、いつか私がお参りしたのはちょうど春の半ばで、あちこちの山や森には山桜が満開でございました。走り水は新井の城から3、4里ばかりも隔ったところなので、私はよく騎馬で参ったのでした。馬はもちろん例の若月で、従者は一人の腰元の他に2、3人の家来がついていったのでございます。道は二浦の東海岸に沿った街道で、確か竹山とか申すかなり高い一つの山の裾を巡っていくのですが、その日は折よく空が晴れ上がっていましたので、馬上から眺むる海と山との景色は、まるで絵巻物を繰り広げたように美しかったことを今でも記憶しております。まったくあの三浦の土地は、海の中に突き出た半島だけに、景色にかけてはどこにも引けは取りませぬようで。もっともそれは現世での話でございます。こちらの世界には竜宮界のような綺麗なところがありまして、三浦半島の景色がいかに良いと申しても、とても比べ物にはなりませぬ。漁師の奥方がご通過というので、百姓などは土下座でもしたかとおっしゃるか。ほほ、まさかそんなことはございませぬ。すれ違う時にちょっと道端に避けて首を下げるだけでございます。それすら私には気詰まりに感じられ、つい外に出るのが億劫で仕方がないのでした。幸いこちらの世界へ参ってから、その点の気苦労がすっかりなくなったのは嬉しゅうございますが、しかしこちらの旅はあまりあっけなくて、現世でしたように、ゆるゆると道中の景色を味わうような面白みはさっぱりありません。こんな夢物語をいつまで続けたとて、致し方がございませぬから、良い加減に切り上げますが、とにかく、音立花姫様に対する警護の念は、在世中から深く深く私の胸に宿っていたことは事実でございました。御事のお身代わりとして、入水された時の姫のお心持ちはどんなであったろう。自然にぬかづいて昔を忍ぶ時に、私の両眼からは、熱い涙が飛びのなく流れ落ちるのでした。ところがいつか竜宮界を訪れた時に、この音立花姫様が玉頼姫様の御末、ご分霊を受けたお方であると伺いましたので、私の姫をお慕い申す心は一層強まってまいりました。ぜひとも一度お目にかかって、いろいろお話を受けたまわり、
またお力添えを願わねばならぬ。そう考えると矢も盾もたまらぬようになり、とうとうその旨を竜宮会にお願いすると、竜宮会でも大層喜ばれ、すぐその手続きをしてくださいました。私がこちらで音立花姫様にお目通りすることになったのは、こんな事情からでございます。